50センチ級のイカのお寿司。おはようございます。現在の時刻は9時8分で、車内の気温は2度です。で、昨晩から明日の夜にかけて大雪が降るとのことで、ちょっとね、車中泊のために出かけてきたんですけども、積もってますね。おお、ちょっとね、出てみましょう。おお、よいしょ。おお、やりました。結構詰まってますね。ここはね、スーパー銭湯さんの駐車場なんで、床がね、だいぶ暖かいみたいですね。おー、すごい、素晴らしい。想像以上に積もってくれてます。ちなみに昨晩はね、愛知県のゆうゆうパークさんで一泊車中泊させていただきました。はい、よし。ということで、ちょっと寒いんで、コーヒー入れて飲みましょう。これ、電気鍋です。弱、強の切り替えができて、中もね、コーティングされてるものなんで、拭くだけで掃除ができるやつです。はい、沸きました。これはね、このまま注げるんで優れものです。よっしゃ、いただきます。で、現在地は名古屋の松楽の湯一宮店さんっていう悠々パークにいるんですけども、今日はね、この日本海側の方でだいぶ雪が降ってるんですよね。で、もちろんね、雪中車中泊がしたいんですけども、それ以前にね、ここまで来たら僕はね、白川村にある白川郷っていうところにね、どうしても行ってみたかったんで、もうね、車で、一直線に登って2時間で行けるんで、今からね、こちらの方を目指して行ってみたいと思います。初雪かき。よし。よし、行きましょう。はい、松楽の湯さん、車中泊させていただき、ありがとうございました。こちらはね、3遍目か4遍目の利用になるんですけども、すごくね、場所的にいい場所にあるんで、いつもね、ゆっくりさせてもらってます。で、白川郷に行く前に、ガソリンが全くないんで、まずはね、ガソリン入れていきます。よし。26リッター入りました。よし、じゃあね、改めまして行きましょう。いい雪が降ってますね。はい、高速道路をね、使っていきます。ちなみにスタッドレスタイヤは履いてます。よし、全行程130キロで2時間ぐらいかかるんで、もうね、雪も降ってるんで、安全運転でゆっくり行きたいと思います。会長、この辺は雪あんまり降ってませんね。走りやすいです。はい、しっかりね、雪が降ってきました。おー、安全運転で行きましょう。よし、ちょっとね、休憩にサービスエリアに入れます。よし。はい、ということで、こちらはね、昼賀野高原サービスエリアさんですね。実はね、今から雪の中を歩くのにスノーブーツを持ってないんですよね。で、白川郷の近くにもホームセンターがなくって、靴を買える場所がないんで、ちょっとね、売られてないか見に行ってみたいと思います。行きましょう。普通の靴だからね、めちゃめちゃ足元滑ります。お土産はたくさんあるんですけどもね、靴はないですね。はい、ファミマがね、ありました。ちょっと寄ってみましょう。靴はなかったんで、買い物してビニール袋ね、2枚もらってきました。これをね、靴にかぶして雪の中をね、歩くようにしたいと思います。で、あとね、ファミリーマートの店員さんが週3だったんで、ラステッカーね、ちょっとお渡しさせてもらいたいと思います。よいしょ。すいません。はい。あ、大丈夫ですよ。よかったら。そう、今見ちゃってました。あ、もうすぐ登録します。ありがとうございます。差し入れまでいただいてしまいました。ありがとうございます。本当に感謝です。よし、じゃあね、ファミチキとね、バンズでファミチキバーガーをね、作っていただきます。よし、いただきます。うん、美味しい。いただいたコーヒー、最高です。よし、ということでね、完食です。ごちそうさまでした。すごく美味しかったです。で、結局ね、靴屋はなかったし、白川郷の方にもホームセンターも靴屋さんもないんで、靴を買うのは絶望的ではあるんですけども、ビニール袋がね、手に入ったんで、これをね、
オーバーソックス代わりにして白川郷にゴーしたいと思います。はい、じゃあね、レッツゴー。ちなみにね、白川郷までは55キロで50分ぐらいでね着くそうです。でもし可能であればね、今日白川郷の方で車中泊もさせていただきたいんですけども、ちょっとね積雪具合がよくわからないんで、様子を見てね、ちょっと考えたいというふうに思ってます。はい、ヒーターしないとね、フロントガラスが凍りかけてます。うわー、白川郷エリアに着きました。ものすごい豪雪地帯です。これはよいしょ。ここですね。おお、なんかもうすでに見えますよ。これすごい。料金は後払いで、車はね1台1000円とのことです。よいしょ。おお、よし、はい、到着です。 OK ということで、ちょっと白川郷さんにね到着したんですけども、防寒着をね着込んだりして濡れないようにね準備したいと思います。まずはね靴下は2枚履きにします。こうやって袋、ここにオーバーパンツですね。よいしょ。ジャンバーにベンチコートで、ネックウォーマーにニット帽と手袋。 OK、 よし、じゃあね行きましょう。しょ、こっちですね。行ってみましょう。すごいですね、観光バスがねめちゃくちゃ多いです。うわー、そうね、その前にねお手洗い行きましょう。こちらです。お手洗いもかっこいい。はい、こちら観光案内所なんですけども、パンフレットがねもらえるんで一部もらっていきましょう。現在地がこちらですね。で、ここから歩いて橋を渡って、この白川郷のね観光エリアに入っていくみたいです。こっちですね。行ってみましょう。めちゃめちゃ外国の方が多いです。おー、あの橋ですね。めちゃめちゃたくさん人が渡ってます。風が強い。傘があって正解ですね、これ。おお、こっから先が白川郷ですね。へえ、お団子屋さんなんかもある。おお、すごい。ああ、なるほど。ここお土産物屋さんだけども閉まってますね。お団子とか食べれるみたいなんですけども、残念です。お食事どころありますね。あ、すごい。汁団子、そば、飲み物、お土産。でも店内いっぱいです。お、ガチャガチャがありますね。へえ。あ、これなんかいいですね。1回400円。これいいですね。白川郷の 3D クリスタルガチャ。でも100円玉4枚持ってないような気がします。残念。で、今ね、この橋渡ってきたんですけども、すごく広いんでね、ちょっとぐるっと回りながら観光の方をね、してみたいと思います。ちなみにね、足元はね、すごく歩きやすくて、なんだろう、スノーブーツがね、必要なレベルではなかったです。だからね、この装備で完璧でした。落雪注意っていうのがあります。なるほど。なんかいい匂いがするなと思ったら、焼きおむすびが売られてるみたいです。大人気。名物のね、このお味噌のおにぎりいただきましょう。ゆいむすびの特製味噌。大雪なのにね、逆に観光客が多いという状況になってます。はい、どうも。おにぎり来ました。いただきましょう。いただきます。うん。美味しい。お味噌がすごく美味しいです。でもね、柔らかいからめちゃくちゃ作りやすいです。よし、完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかった。
日本語よりね、外国語の方がよく聞こえます。すごいな。ちなみにね、白川郷のこういった建物は合掌造りっていうみたいですね。だいぶね、重そうには見えるんですけども、雪に耐えれるようにしっかりね、梁も柱も丈夫なものがね、使われてるみたいです。でちなみにね、今日は雪が降ってすごくお客さん多いのに、閉まってるお店が多いですね。残念。またガチャガチャありました。あ、すごいな。白川郷手ぬぐいあります。白川郷スノードームもある。ポケット探ったら100円玉が出てきました。で、6枚あったんで、スノードームやらせてもらいましょう。こちらね、全4種類なんですけども、スノードームなんでこの冬が暑いですね。よし、やってみましょう。何が出るでしょうか。いくぞ。せーの。よいしょ。お、なんだろう。3。わかりました。これですね。秋みたいな感じですかね。いいの当たりました。オッケー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 。よし、これね、お土産にしましょう。すごいな。観光地と地元の方のね、生活が融合してる街ですね。440メートル先、展望台があるみたいです。展望台からなら全部が見えるかもしれませんね。行ってみましょう。440メートルなんで5分ぐらい着くのかな。到着。おお、すごい、全体が見える。こんなにたくさん家があったんですね。よし、降りましょう。ちなみにね、この上に展望台があるんですけども、今日はね、水曜日で定休日みたいでした。だからね、この辺りの食べ物屋さんもだいぶ閉まってるみたいです。ちなみにね、登ってくるまでに10分ぐらいかかりました。よし、降りてきました。で、こちらがですね、国指定重要文化財でいいのかなの和田家ですね。ちなみにね、上をね、登ってました。めちゃくちゃ大変でした。おー、なるほど。あれ、こちらも本日休業になってますね。あ、そうなんじゃ。残念。和田家はね、見てみたかったんですけども、ピンポイントで水曜日だけがね、お休みみたいです。ということで、こちらの駐車場から今ぐるーっと歩いて、展望台まで登って和田家の前に来たんですけども、ここからね、あとは帰るだけなんですよね。なんですけども、お風呂屋さんがあって、もしかしたらね、そこを利用させてもらったら駐車場いらなかったんじゃないか説がありますんで、ちょっとね、もう徒歩数百メートルなんで、行ってね、確認してみたいと思います。行きましょう。こちらですね。あ、やっぱりそうかもしれない。お風呂入らせてもらったらね、駐車場いらなかったかもしれませんね。ちょっとね、よくわからないんで、中でね、聞いてきてみたいと思います。ちょっと行ってきます。よいしょ。はい、やっぱりそうでした。こちらのね、白川郷の湯さんに入らせてもらったら、給水させてもらえるんで、お風呂入った夜上がりにね、駐車料金無料でね、白川郷さん、観光することができたみたいです。これはね、知りませんでした。リサーチ不足。よし、じゃあね、あとはね、ゆっくりちょっと観光しながらね、車の方に戻りたいと思います。ね、お土産屋さんありますね。ちょっとね、こちらでお土産、見せてもらいましょう。これにさせてもらいましょう。OK。すいません、お願いします。OK、購入しました。おー、ちょっと吹雪いてきましたね。ちょっと気をつけてね、車の方に戻りたいと思います。OK。そうですね、帰ってきました。はい、ただいま。よいしょ。ということでね、しっかりね、観光してきました。で、2時ぐらいから入ったんですけども、現在の時刻が4時10分なんで、もう2時間ね、丸々遊んできました。でもね、水曜日が結構いろんな店が定休日だったみたいで、かなりのね、数のお店が閉まってたんで、それがね、残念でした。はい。ちなみにね、ビニール袋を履いて、靴下2枚履きにしてたんで、足元がね、ポカポカで、全くね、水漏れもしなかったんですけども、靴はね、もうびちょびちょです。だから、これね、洗って乾かさないといけませんね。でもね、僕は靴を2足持ってるんで、これをちょっと乾かしてる間はね、他の靴をね、履こうと思います。はい。で、厚着をしたおかげで、体はね、もうほかほかで、全く寒くないんですけども、逆にね、展望台まで登ったおかげで、暑くて汗をかいて、もう、体べちょべちょなんで、先ほどね、ちょっと覗かせてもらったお風呂屋さんの方に行ってね、お風呂にね、疲れに行ってみたいと思います。じゃあね、行きましょう。よ
はお願いします。またのご利用を。はい、すいません、どうも。はい、ということでね、観光は0円だったんですけども、駐車料金はね、1000円いりました。はい、到着。よし、はい。もう靴履き替えていきましょう。でね、行きましょう。白川郷の湯山、行ってきます。OK です。じゃあね、こちらですね。行きましょう。行ってきます。よし。OK、上がりました。よし。OK、ということで、お風呂上がりました。気持ちよかったです。よし、ということで、お風呂入ってさっぱりしました。お風呂はね、内湯と外湯の2つだったんですけども、お湯はね、なぜかちょっとしょっぱめで、あとね、少しぬるっとしてるという、すごくね、珍しいお風呂で、めちゃくちゃ気持ちよかったです。はい。で、そうこうしたら、現在の時刻は5時半で、そろそろ今夜、車中泊させてもらう場所を考えないといけないんですけども、実はね、白川郷のあたりって全く泊まれるところないんですよね。で、近くにね、道の駅さんの方がありまして、で、Google マップとかね、いろんなレビューを見てたら、そちらはまあ、車中泊させていただいても問題ない場所のようではありましたんで、今夜はね、道の駅白川郷さんの方で、一泊ね、車中泊の方をさせていただきたいというふうに思います。はい。で、ちなみに、もうね、道の駅さんの方閉まってて、食材等が買えれないんで、このね、すぐ隣にある建物が、JA さんで食べ物もね、売られてるんで、そちらに行ってね、今夜の食材の方をちょっと買い出しに行ってみたいと思います。はい、こちらですね。A コープ白川さんです。こちらね、駐車は禁止なんですけども、買い物時だけはね、駐車 OK という風になってるみたいです。よし。よし、行ってきます。お豆腐がすごい多いですね。群青の焼き豆腐とか、こも豆腐とか、たくさん種類があります。よし、じゃあね、これらを購入させてもらいましょう。OK、しっかりね、購入できました。いい食材がね、てんこ盛りでした。よし、じゃあね、買い物もできたんで、早速ね、道の駅さんの方に移動させてもらいましょう。よし。外はね、結構寒いです。で、寒さでね、窓ガラスが凍ってます。はい、あと1キロぐらいです。はい、こちらですね、道の駅白川郷さんです。よっと多分ね、夜間もしくは早朝に除雪されると思うんで、除雪のね、邪魔にならない場所にちょっと車の方を止めさせてもらっておきたいと思います。こちらにさせてもらいましょうかね。出入り口に一番近い、もう邪魔にならない場所です。よし。はい、到着です。はい、ということで、こちらはね、道の駅白川郷さんですね。普段はね、こちらに車中泊される方が結構台数泊まられてるらしいんですけども、今日はね、ゼロですね。で、駐車場はね、ここの第1と向こうに第2があるんですけども、第2は今雪で封鎖されてますね。入っていけません。で、見た感じでわかるように、除雪されてるんで、多分ね、夜半か明け方ぐらいに除雪されるんじゃないかと思うんで、邪魔にならないような場所に今止めさせてもらいました。はい。で、ただしね、駐車場がね、結構傾いてるんで、お尻を上げて、水平こっちがかなり上がりですね。オッケーオッケー。向こう側にね、一つカースロープを出して、バックでね、登らせてもらいたいと思います。こうかな。いくよ、せーの。オッケー。はい。水平 OK。前後方向もバッチリ OK ですね。最近ね、カースロープすごい慣れてきました。よし。ということでね、車、とりあえずね、邪魔にならない位置に止めさせてもらったんで、もう車内にこもってね、ゆっくりさせていただきたいと思います。はい。よし。車内にこもりました。で、寒いんで、まずはね、ストーブ作らせてもらいましょう。OK。ちなみにね、窓はもう開けてます。
よし、ということでね、早速晩ご飯にしようと思うんですけども、今夜買ってきた食材はこちらですね。白川合掌豆腐に、この辺のエリアの由比馬豚のしゃぶしゃぶ肉とか、信州のえのき茸とか、これ長野ですけどもね。あと、奥美濃の鍋焼きうどんっていうのがあったんで、こちらと、これからね、この富山名産のかまぼこを買ってきました。富山だね、これ、よく考えたら。いいや、富山ちょっと一歩手前なんですけども、買ってきました。はい。ということで、今夜はね、これらの食材をちょっと美味しくね、調理していただきたいというふうに思います。はい。よし、じゃあね、早速作りましょう。今回ね、移動しなくちゃいけなくなった時にね、パッとね、持って運べるように、ちょっと深い電気鍋を使わせてもらいます。よいしょ。こうですね。ちょっとね、コードが短いんで、注意が必要ですね。ちょっとね、滑りやすいんで、仕方ないですね。ちょっとタオル今回敷きます。で、今夜は、こちらのお豆腐でね、まずは湯豆腐を作ろうと思います。はい。もうね、湯豆腐はね、簡単なんでパッと作ります。で、まずこのお水なんですけども、これはね、飲んでも全く問題ない水が入ってますんで、これはね、捨てずに活用します。捨てる場所もないんでね。ちなみにね、気になる方は、豆腐の水っていう感じでね、調べてみてください。飲むなとは出てこないはずです。よいしょ。よし、これでいいかな。はい。想像以上にね、豆腐が大きかったです。ちょっとびっくりですね、これは。まあでもこんな感じですね。で、これだけじゃ水が少ないんで、水を足して、で、だしを入れましょう。これ全部入れます。で、もうね、これで電気入れましょう。はい、オン。強にしました。で、これで、置いとくんですけども。はい。消費電力はね、560W ですね。OK。じゃあね、ちょっとあとはね、ゆっくり煮込んでいきたいと思います。よし。でね、待ってる間に現在地の天気、ちょっと見てみたんですけども、今いるところはね、マイナス6度らしくて、今夜から明日の夜半にかけて、雪がね、まあ2ミリぐらい降ってくれるとのことなんで、結構ね、積もるんじゃないかなというふうに思います。はい。でもね、気温がマイナス7度ぐらいまで下がるみたいなんで、しっかりね、厚着をして寝る必要があるのかなというふうに思ってます。はい。ちなみにね、まあ10分は経ってないんですけども、こんな感じですね。いい感じにね、温まってます。じゃあね、ちょっとえのきも切っときましょう。えのきはね、これぐらいかな。できれば大丈夫ですね。だいぶね、低い位置で切りました。せーの。もうね、ぐつぐついってきたんで、ちょっとね、火力を落としましょう。300の方に変えました。えのきを、よいしょ、こんな感じでね、入れておきましょう。ちなみに弱だと 260W ぐらいですね。OK。えのきが柔らかくなるまで煮込んでいきましょう。よし、いいですかね。わー、すごくね、いい感じできましたね。OK、いっぺん火止めて、こちらをね、もう使わせてもらいましょう。これ使いましょう。お玉。えのき。これを、ポン酢にかけて、よし、OK ですね。じゃあね、美味しそうなのできたんで、早速いただきたいと思います。いただきます。まずはお豆腐から。お、すごくしっかりしてるお豆腐ですね。果たしてお味は。美味しい。中まで火が通って熱々なんですけども、そもそもお豆腐がすごく美味しいです。すごいな。形もね、しっかりしてて、木綿豆腐と絹ごし豆腐のね、なんかいいところ合わせたような感じのお豆腐です。湯豆腐に正解ですね。これもシャキシャキで美味しいです。で、今現状で雪はね、小降りで、あれからね、全然積もったような感じはないんで、どうなんだろう、そこまで積もらないと思うんですけども、僕ね、お酒飲まなくてもできていけるんで、もう今日はね、美味しい料理作ってるんですけども、お酒なしで頑張っていきたいと思います。はい。で、一言ね、お酒飲めないんで、動画見ましょう。美味しい。よし、ということでね、お豆腐がだいぶ少なくなってきたんで、お次はね、このだしスープを使って、しゃぶしゃぶをね、したいと思います。最初からね、この作戦で湯豆腐をしてました。はい。ということで、まずはね、沸かしましょう。よし。はい、沸きました。早いな。この電気鍋本当に早いです。忘れてたけども、このえのきもね、ちょっと入れときましょう。で、このね、空いた隙間でしゃぶしゃぶしてね、いただきたいと思います。
入れて、果たしてお味は。うわー、美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。お肉しゃぶしゃぶしても全く硬くならないです。これ、うわー、美味しい。これね、1パック450円ぐらいしたんですけども、これ買って正解ですね。めちゃくちゃ美味しいです。美味しい。お酒飲めないのが辛いです。よし、じゃあね、映画見ましょう。今日はね、スワットっていう映画見ます。昔の映画なんですけども、こちらをね、レンタルして見たいと思います。はい、やりました。スワットね、今レンタル100円ですね。やったー。 OK、レンタル完了です。よし、じゃあね、映画を見ながらゆっくりね、しゃぶしゃぶ作りたいと思います。よし、ということでね、ゆっくりご飯いただいてたら、もう11時でいい時間になったんで、もうね、そろそろ、片付けをして休みたいと思います。ごちそうさまでした。よし。じゃあね、休む前にお手洗い行かせてもらいましょう。おお。うわ。めちゃくちゃ積もってます。明日はね、すごいことになってそうですね。これは嬉しい。15センチぐらい積もってますね。ちなみにね、夜11時なんですけども、まだ除雪作業はね、始まってません。ああ、寒い。OK。こちらですね。じゃあちょっとね、行ってきます。寒い。よし、戻りましょう。よっしょ。はい、寝る準備ね、できました。今夜はね、マイナス7度とかになりそうなんで、もうね、ちょっと濡れてない服をね、しっかり着込むことにしました。で、僕がね、ヒーター消して寝る派なんで、消しました。これで OK ですね。で、銀マットをつけたら、もうね、準備完了です。よし、ということで、お布団に潜りました。もうね、早速車内は冷え始めてます。明日の朝にはね、しっかり積もってくれてるんじゃないかと思いますんで、今夜はね、もうゆっくり休みたいと思います。じゃあね、おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻は6時40分で、車内の気温は 1.7 度です。車内はよく冷えてますけども、お布団のおかげでゆっくり休むことができました。で、今ね、車外で除雪が始まったような音がし始めたんで、目が覚めたんですけども、外がどんな感じになってるのか気になるんでね、起きて車をね、動かせるようにもちょっと準備をしてみたいと思います。せーの。おお、信じられないです。持ってる。しかもお隣さんがいる。わあ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 、おー、すごいことになってる。ちょっと一歩、わあ、めちゃくちゃ詰まってます。ありがたい、除雪してくれてます。すごい雪です。おー、積雪深はね、これぐらいなんで30センチはありますね。すごいことになってる。はい、今ね、除雪してもらってるんですけども、やっぱりね、移動は必須みたいなんでね、今からね、雪かきの方したいと思います。いやこれと同じぐらいですね。25センチぐらい積もってます。全部落とすのは後にして、まずね、車が動かせるぐらいまでね、雪どかしたいと思います。ちなみにね、降ったばかりの雪なんで、今の状態でもね、走って脱出することは多分可能だと思います。はい、よいしょ。冷たい手が。うわ、ここの雪は一つ、うわ、50センチぐらい積もってます。そりゃ大雪だ。
おー、わー、あー、いてててて、よいしょ。よし、雪かきできたんでね、一旦車にこもりましょう。手がね、冷えちゃった。素手での作業は危険ですね、これは。はい、ということで、車移動させようかと思ったんですけども、多分こちらはこの雪をね、押していく場所だと思うんですよね。だから移動するんだったらね、今広場にしてくれてる向こうの方がいいと思うんで、もう少しね、雪がなくなってから車をね、移動させたいと思います。はいですね、ちょっと時間がかかりそうなんで、車内でね、パッと簡単に朝ごはんにしたいと思います。で、今朝いただくのはこちらのおうどんですね。で、これにはね 300cc ぐらいお湯がいるんですけども、そのお湯にね、昨晩のしゃぶしゃぶのスープをね、使おうと思います。ちなみにね、150cc ぐらいかな、今入ってるんで、これぐらいかな。で、カツオと豚肉のね、いい出汁が出てるんで、これはね、使わない手はないです。ちなみにね、これは奥美濃で有名な鍋焼きうどんみたいです。よいしょ。おー、沸いたんでね、うどん温めましょう。よいしょ。一緒にね、めんつゆも入れます。で、煮込んでいきましょう。おー、もう OK でしょう。これで天ぷら入れて、寒いんでね、七味をかけていただきましょう。よいしょ。ちょっとこっちに取り分けてね、いただきましょう。注ぐのは下手ですね、これは。よし、ということでいただきましょう。いただきます。果たしておうどんのお味は。おいしい。おー、ね、麺はね、しっかりめで、ちょっとね、甘めのお出汁で熱々にね、温まってて美味しいです。天ぷら、天ぷらも美味しい。はい、ということで完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。で、そうこうしたらね、前の方ももう除雪されて、奥の方もね、すっかり除雪されてるんで、ちょっとね、奥の方に車をね、移動させたいと思います。よし、じゃあね、行きましょう。よいしょ。さすがの名前のK。よし。はい、でもね、一番奥に移動させてきました。ここが僕の新天地です。で、ちょっとね、カーストロップとかもできます。はい、ということでね、今回は日本屈指の豪雪地帯のね、白川郷で一泊雪中泊をさせてもらったんですけども、いかがだったでしょうか。個人的にはね、すごく来てみたかった場所で、すごい合掌造りの建物も見れて、イカのお寿司もね、50センチ級のイカがね、積むことができたんで、個人的にね、大満足です。はい。で、ちなみにね、今回道の駅さんの方で車中泊させてもらったんですけども、除雪もね、してもらって本当に感謝です。ありがとうございました。で、この雪はね、今日もまた降るらしいんですけども、今日はね、またもう別の場所に移動しようかなというふうに思ってますんで、またどこに行くかはね、この後考えると思うんですが、とりあえずね、白川郷さんでの雪中泊を楽しむことができたんで、今回はね、この辺にさせていただきたいなというふうに思います。はい、こんな感じですかね。ということで、今回この辺でご視聴ありがとうございました。上の雪は出発前にはどかします。よし、ということで、ここからちょっとおまけなんですけども、実はですね、この白川郷さんでの車中泊した後に、すぐ出ていかなかった理由っていうのがありまして、それがこちらなんですけども、こちらに白川郷の合掌ミュージアムっていうのがあるんですよね。で、それが合掌造りの建物の作り方が見える無料の博物館があって、そちらがね、8時半から開くとのことなんでね、こっちの方にね、車移動させてもらってきました。はい。で、もうね、今8時半になりましたんで、ミュージアムの方をね、観光しに行ってみたいと思います。はい。じゃあね、行きましょう。よし、こちらですね。向こうかな。よし。おお。すごい。建物の中にね、合掌造りの建物があります。全天候型だ。へえ。うわ、広いな。あ、
すごい合掌の仕組みが書いてある。ああ、なるほど。へえ、すごいな。合掌造りは分かりやすく言ったら日本最大級の豪雪にも耐えるかやぶき屋根の建物で、雪ってめちゃくちゃ重いんですけども、それを耐えられるように設計して建築されたもう昔の建物で、しかもね2階建てとかなんですよね。だから普通のかやぶき屋根の建物よりもでかいんですよ。これすごいな。たるきでいいのかな。これはすごい太いです。これ大黒柱ですね。壁にも補強材が入ってたみたいです。こんな感じでね蚊帳を張っていくそうです。はい、合掌造りの屋根の作り方の DVD が流れてるんですけども、これすごい勉強になります。はい、今ね作り方の DVD 見たんですけども、すごい力をね分散させるような作りになってて、すごい建物でした。はい、よし、じゃあねせっかくなんでお土産購入させてもらいましょう。ドブロクありますね。白川郷の名産品なんでこちらにしましょうかね。一ついただきましょう。これ飛騨牛の A5 ランクの肉が入ったサラミらしいです。これいただきましょう。あとねおまんじゅういただきましょう。白川郷に行ってきましたまんじゅう。じゃあねこの3点をね購入させてもらいたいと思います。はい、お願いします。どうもありがとうございます。オッケー、またすごい雪降り出した。よし、じゃあねちょっと出発できるように片付けしたいと思います。雪かきもしましょう。後ろに落としましょう。うわあ50センチ級のイカのお寿司。よいしょ。よし、片付け完了。はい、ということでね、片付けも終わったんで、そろそろもうこちらをね出発させてもらおうと思うんですけども、次に行く場所なんですが、現在地白川郷の近くには悠々パークさんやアルムパークがあったりするんですけども、こちらねいずれも冬季利用できないんですよね。で、南の方に来ればいろんな場所があるんですけども、せっかく白川郷の方まで来てるんでね、もう今回は富山県の方にね抜けて、そちらで車中泊というかね滞在の方をさせてもらおうというふうに思います。ちなみにねここから先はね車中泊なのかホテル泊なのか分からないんですけども、今回はね全部が全部取るつもりは全くないんで、お次はね富山県からのスタートになると思いますんで、皆様よかったらね次回の動画も見てやってください。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。行きましょう。道の駅白川郷さん、車中泊させていただきありがとうございました。豪雪がね経験できてすごく楽しかったです。はい、食品のねスーパーマーケットさんがあってねちょっと寄ってみました。いただきます。収集が少し傾いてるような感じがあったんで、水平を出してね車内の方にこもりたいと思います。